こんばんは。香港カンフー武術学院の総教練真鍋学山でございます。今回はですね、皆さんが練習を行う時にうまくいかない、何か課題が解決できないとか、そういう時に、見ていただきたい、ビデオでございます。どうかよろしくお願い申し上げます。ですね、この習い事っていうのは、主、は、理、この3つの言葉で表されます。まず主はですね、守るということですね。ですから指導者から指導されたものを模倣して、自分の体に叩き込むということでございます。人間はね、認知して、この五感でね、認知しまして、で頭で判断して神経を伝って操作すると。これはまあ免許の切り替えの時とかにやかましく言われてることでございますが、全くその通りでございます。じゃあなぜそれがうまくいかないかと言いますと、まずね、認知はできとるんですよ。判断と操作の部分で、何かおかしいことが起こってるわけです。認知の部分でね、もうそんなにね違いは起こらないと思います。どう判断するか、どう操作するかによって、指導者の言ってる通りできないというような問題が出てくるわけでございます。それと話は変わりますが、人間というものはいろいろ生活する上での動作というのはいろいろございます。ですが、これいちいちね、マニュアル運転してるわけじゃないんですね。おおよそいちいち考えてもできる自動運転になっておるわけでございます。例えば、歩くという動作、これいちいちね、右上げて左上げてとか言うてやってるわけじゃないでしょ。走るという動作、これなんか自分で考えてやってるわけじゃないです。自動的にこう走るというとあんな感じという感じでできるわけですね。例えば階段を上る、これは別に意識してできるわけ、やってるわけではありません。自動運転でできてるわけでございます。それよりもっと根源的な生活の動作としましては、物を食べて咀嚼して飲み込む。物を食べましてね、うにょうにょうにょって食べて唾が出て、それで一緒に食べ物をですね、噛んどいて柔らかくしといて胃の中に放り込んでやろうかというようなことなんです。これをいちいち考えてはやってませんよね。一連の動作というか、と思ったらもうできるわけですよね。ですからですね、これはですね、指導者からある程度の動きを模倣しようと思ったら、その自動運転ではね、無理なんですよ。無理。だってそれは自分がこれまで生きた上で培ってきた運動でございます。獲得し培ってきた運動ですから、人が真似できないんですよ。だから自分が構築してきた運動なんです。でも習い事というのはその人から習うわけです。そこで、操作ミスがバンバン起こるわけですね。もう何でも一緒、テニスや卓球でも一緒です。やったことないわけですよね。卓球でしたら左右に前後もちょっとある、
左右はほぼ左右に動くでラケット振らないということがあるわけですけども、これまでの生活の中で自分が獲得していたものではできる人もあるかもしれないけどほとんどできないです。だから一から反復練習してね覚えるわけです。ですからそれずっとですね素振りとかしながらですね覚えていくわけですよ。それで新たに、自分の脳にインプットしてるわけですね。それでできるようになるわけです。それでうまい下手がなぜ起こるかと言いますと、やっぱりそれは自分のこれまでの運動というものを捨てきれない人、捨てることができないという方はやっぱりその新しいことを覚えるということが増えてでございます。ですからですね、運動音痴の人は中国武術はできませんということではないんです。なせばなるで新たに覚えてもらえればできるんです。ただその自分のこれまでの運動が捨てられないからいつまでたってもできないんです。自分を客観視できない、もしくはこう俯瞰で自分の姿を俯瞰で見れない。自分が俯瞰で見たらその指導者がやってる動作も自分がやってる動作と寸分違わずですねやれるはずなんですよ。俯瞰でね高みで見てこの人がやってるもの、この人が自分がやってることを見て違いっていうのが分かりますよね。それが何やってんだか分からん自分のやりたいようにやってしまう。じゃあそれではいけないわけでございまして、やっぱりそれは自分を客観視できてない、つまり何やってるか分からんということですね。自分の動きというものをあんまり意識してない人とかですね、もう外の方に意識がいって自分の内側の方に意識を向けてない東大元暮らしという言葉がございますが、この辺真っ暗なわけですね。だから何やってるかブラックボックスの中でですね、自分はなんかうごめいておる。で当然俯瞰でも見れてないからですね、師匠がこうやってやったらこんなやってやるわけですよ。全然違うことやってそれに違和感がない。そしてこれまでのさっき言いましたようにこれまでの自分というのが捨てられない。で師匠がやってること、先輩がやってること、教えてくれることをそのまま素直にやることができない、もしくはうまくできないっていう方はそういうふうな俯瞰で、自分自身を見れてないという方でございます。そういう人はやっぱり習得するのに時間がかかります。それでですね、その俯瞰で見れないというのを放っておいたままで、修行を続けていったって、それは長い道のりがかかるわけです。ですからそれを修正するためには自分が何をやってる人か自分の内側に意識を持って外側で何をしておるか、自分が何をやってるか分からんけど相手はよく分かると、こういうことじゃなくて自分が見たままのことを自分が何やってるか分かるからそのまま模倣することができる、こういうことを目指すわけでございます。モノマネ芸人の人なんかはそういう技術に長けておるわけですね。その人の、絵描きさんとかね、似顔絵描きさんとかもですね、その人の特徴をデフォルメしてそれで伝える。でその人よりその人らしい、その人のある一面をそうかいつまんで見せることができる。それがまたお笑いというものにつながっておるというような感じがモノマネ芸人さんでございますが、自
自分が何やってるかわからない人はやっぱりその人の模倣することができないんですね。自分は見て認知はしてるけど判断操作することはできないんですよ。そこら辺が下手だからむちゃくちゃなことになって、しまうんですけど、そこら辺を克服しなければならないわけです。それは英春拳に限ったことではございません。お花でありましてお茶でありましてね、何でも一緒でございます。芸能関係でも武術でもスポーツでもですね、何でも一緒なんですよ。そういうふうに悩んだ人はどういうふうな解決方法があるか、それはまずはですね、意識を自分の内側に向けることなんですよ。自分が何やってるか分かる、客観視できて俯瞰で自分がやってることを理解することができる。理解することができるから肩を下げて前に出しなさいよと、肩を下げて前だとでやれるわけです。できない人の中にですね、どうしてもできないんですっていうのがあるんです。そういう場合は大体、これまで生まれ持ってきた動きというのを捨てられない人なんですが、それを捨ててで俯瞰で見て自分が何やってるか分かる状態になって模倣してみる。模倣しないとハーリーはないですから。自分なりの工夫も何にもない。もうそのゼロ地点に戻れないですから。ですから俯瞰で見るということは自分の座標軸をゼロポイント、ここに戻れるかどうか。こっちへちょっと行き過ぎましたと戻って、ちょっと上に上がりすぎましたよと戻れる。これは俯瞰で自分を見れているから。自分が何やってるかわからない人は自分がどこのポイントにいるかすらわからないわけです。だからゼロポイントのところに戻っているだって戻れないわけです。大体指導というのはそういうことですよね。ちょっと上に上がってるから下げなさいよ、右に行ってるから左に寄りなさいよ、これが指導です。自分がどこにおるかわからない人に左に行きなさいとかってどこが左かわからないということになります。上下のどの位置に自分がおるかわからんのに上一つ上がりなさいとかって上がれません。3つ下がりなさいとかって下がれません。どこにいるかわかんないからゼロポイントのところに戻りましょう。戻れるわけありません。で 2D 上でそれでしょ。世の中は現実は 3D でしょ。そんなものね、同じようにトレースできませんよ。そうですからね、そういうことが分かられるようにならないといけないんです。だから英春拳に限らないんです。ですから習い事ができないっていう人は英春拳を志す人の中に非常に多いんですが、それはですね、自分がそういうふうな俯瞰で見て自分のやることが分かってで指導を受けたらそれに応えることができる状態になるのが練習生としての素地になるわけです。これになってやっと指導というものが通じるようになるんです。このね、内側に自分を向くっていうこの行為はですね、これはやっぱり仏教で言いますと座禅ということになるわけですね。この立禅や座禅禅道ですね、内観法と言いましてね、意識を外に向けるんじゃなくて内側に向けて自分が何をやっておるかどうしておるかということを座禅しながらずっと自問自答するわけでございます。それすることによってちょっとした自分の変化とかに気づくことができる、そういうふうなのを目指しておるんです。ですから英春拳なんかやる場合、習い事でもそうですけど座禅するべきです。しっかりと座禅して
意識を自分の内側に向けることです。それはもう自分の体の内側で起こっていること、呼吸でありますとか血の巡りでありますとか、そういうものに意識をやって自分の体の状態がどうなっておるかということを常に意識するということでございます。それを意識できるようになれば自分を俯瞰で見れるようになると思います。そうするとトントントンと英宗権というものが理解できる、習得することができると思います。はい、ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。